どんな複雑な色でね、どんな美しく構成されているか、そして新しい発見があったりね、驚きや喜びが見えてきます。はい、こんにちは、柴崎ですね。お元気ですか？元気よかったね。ほら、野の花いっぱいです。はい、今日柴崎ね、この風景ちょっとね描いてみたいと思いますね。どうなるか、それではゆっくり見てくださいね。では行ってみましょう。はい、さあ、それではやってみましょうね。はい、まず地平線から引いて、これね、今日の一番主役となる大きな木ですね。そしてその左側にあるお家です。はい。まあ、ね、形を描くと言っても、いつもの柴崎のぐちゃぐちゃ描きなんですけどね。まあ分かってもらったらいいな。うん。では塗りましょうね。空なんですけども、今回地平線がぐっと下の方にあるし、そこにこの木がすっくと立ってるわけですから、この空はね、とにかく主役となる木がどう引き立ってくるかをね、生かすも殺すもね、この空次第という感じですね。だから大切なね、舞台なんですよ、この空はね。なので、ただの、青空とかね、ただの白い雲というよりも、もっともっとね、この木が引き立ってくるために大切な空という意味で、十分こだわって塗っていきます。ねえ、こんな色だよ。ここもですね。はい。こんな感じ分かりやすいかな。うん。で、空にも空間があるんですよね。下の方、つまり遠い空は明るくてちょっと暖かい色です。こうだよね。そう言っても結構いろいろな色が入るでしょ。今日はね、この自然の風景はね、どんな複雑な色でね、どんな美しく構成されているか、そこを柴崎と一緒にね、発見していきましょうね。はい。さあ、空もだいぶかけてきましたよ。どうかしら。うん。ここのとこは木で隠れて見えない空だけど、でも一応塗っておきますね。はい。だいぶね、変化に飛んできたでしょ。そして明るい色ですね。こうです。はい。雲ですね。このアクリルガッシュは乾くと少し暗くなるんでね、余計明るく描いておく必要があります。はい。ねえ、ほら、白爪草がいっぱいね、出てますよ。はい。では手前ですね。手前はまずブルー紫で塗りましょうね。この色はね、後で生きてきますからね。はい。ブルー紫です。そして遠くのお山ですね。山といっても、柴崎のうちの周りの山はですね、低い丘のようなもんなんですね。だからあんまり凹凸の変化はないんですけども、それからその手前といってもまずかなり円形ですけども、その部分を暗い色調で塗ってます。こうです。ねえ。でも結構色入れますよ。ほら。赤だったりね。はい。またブルーだったり。遠くでもいろいろ色があるというわけですね。そしてね、お家です。はい。うちに見えてきたかな。で、ぐっと暗く、ここが大切な今日の主役の木ですね。はい。まずはこんな色からスタートしましょう。
ね、ほら、あの木ですよ。そしてこんな風景です。はい。で、これがお家の屋根ですね。はい。お家もどの程度に書き込むかですね。あるいはどんな色を重ねるか。そこら辺もね、注目して見ていただけたらいいですね。はい。ね、自分の身の回りの、風景やいろいろなものにですね、どんな色が隠されてるかって普段あんまり注意して見てないですよね。そうでしょ？でもやっぱり絵を描くとなるとね、そこにね、注意が向くんですね。そして新しい発見があったりね、驚きや喜びが見えてきます。そういう意味でね、本当に柴崎ね、もしあなたにね、少しでもお時間がある、そういう時ができたらね、絵を描いてみることをお勧めするんですけどね。はい。さあ、こっち脇役の左側の木々ですけども、だいぶ色を重なってきましたね。こんな変化です。もっともっとね、ほら、この木ですよ。立派でしょう？ねえ。何年ぐらい、経った木かな。さあ、あの木を目指してね、柴崎も色や形、今から頑張っていきますね。見てお気づきかと思いますけども、今日柴崎この平筆、ほとんどこの平筆で書いてますね。はい。このね、柴崎はこういうの好きなんですね。筆数をっていうか、筆の種類を少なくするとですね、その筆をどう使って表現するかというね、その工夫が生まれて自分として楽しいんですよね。さあ、柴崎はこの筆、どのように使うかね。ほら、こんな風に使うんですよ。どうでしょう。はい。ね、トントントンと叩くようにも、ほら、使ってるでしょ。ね、これで木の葉っぱの塊や、あるいはちょっと細かい葉っぱの先端ですね。それまで暗示できると思います。はい、今度は細筆で、屋根の峰の部分ですね。ただこれは脇役なので、あんまり強く頑張って描かないようにします。ね、この程度ですね。スッスッスッとやる。そして結構ね、これオレンジ色ですね。こんなところにも入れてきます。ね、よく見ると本当にいろいろな色が見つかるんですよね。はい、白いお家です。ほーら、菜の花がね、素敵ですよね。はい。ではまた円形に戻って、お家ですよ。ほら、お家になったかな？ねえ。あんまりぴっちり塗り込まない方がいいですね。遠くの方にちょっと円形にお家がありますよっていう感じです。そして、それをタッチで、キーのタッチとして、このように表現します。ポン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 ってやつですね。さあ、さっきの菜の花が咲いてきますよ。黄色い菜の花です。さあ、どんどん咲かせていきましょうね。どうかな？急に絵がね、明るくなってきますよ。ね。菜の花の葉っぱの部分はこんな色してるんですよね。はい、知ってました？うん。さあ、また暗い色も必要ですね。要は暗かったり明るかったりという関係にできてます。はい、明るい色ですね。
何かプレハブのうちのようなものがここに置いてあったんですね。はい。さあ。ね、少し鮮やかな色。緑だったり赤だったり色が入ってきます。で、ここに細い干木がいっぱい立ってるんですよね。書いてあげましょう。大きく書いてからちょっと細かいものを素早いタッチで描くと、絵に勢いや密度が出てきますね。はい、タンポポです。はい。ね。さあ、今度は手前の菜の花を描きますよ。黄色だったりオレンジだったりの色の厚塗りですね。さあ、どんどん色に変化をつけましょうね。ここにこんな色があったんだってね。そんな雰囲気です。ここにこんな花も咲いていて、こんな草もここにあったんだなっていうね、発見ですね。でもね、同時に、やっぱり畑の部分ですからね、思わぬ色もあるんですよね。はい。道の部分ですね。道のこの側面ですね。はい。どうかな？遠近感見えてきたかな？ここがこの道の側面、斜面の部分ですね。そして手前の田んぼです。はい。さあ、また色を上に乗っけて菜の花ですね。うん。そして大切な今日の主役の樹木です。少し小物も描くと雰囲気出ますね。ここがね、なんていうか、ここに何かなんか化学繊維のね、ネットのようなものが貼ってあったんですね。こういう人工的な色もいいですよね。自然の中に加わって、ぐっと絵が面白くなってきますね。はい。さあ、暗い色もどんどん出していきます。いろいろな色や明るさ暗さが入ってくるんですけども、やっぱり最終的には、この今日のね、大切な要素である大きな木の周り、ここですね。ここに、すべてのものが集中するように見えるようにしていきたいですね。さあ、指を使ってますよ。どうかな？木の雰囲気に見えてきたかな？はい。年齢的には柴崎のはずっと先輩かもわかんないですね、この樹木は。はい。こんな感じだね。だから、あんまり脇の方でですね、強い色があったりした場合は、ちょっと潰して溶かし込んだり。逆に大切なあたりに、色が弱かったら、また強い色を足したりですね。そういうことを、もうここまで来ると、絵全体を見ながら、一つ一つ描いていきます。さあ、それではもう、ちょっとですね、細かいところですね。まず大きく描いてから、仕上げになった時に、大切な部分にちょっと細かくですね。そういう表現です。こんなんだよね。うん。ね、人の営みが見えてくるでしょ？はい。そして同時に大切な今日の木の太い枝や細い枝ですね。どうかな？雰囲気出てきたかな？はい。ちょっとここ暗くなったから、また色を足しましょう。ここが
不透明な画材のいいところですね。上からいくらでもまた色を塗って変化させられるというわけです。さあ、だいぶできてきたかなと思いますけど。それでは、柴崎のサインを入れまして、ね、大きな樹木のある、そして菜の花が咲き誇る風景ですね。いろいろな色をあなたも発見して楽しんでもらえたら嬉しいです。よいしょ。はい。さあ、これで出来上がりです。はい。書き上がりましたよ。トンボのね、真ん中にある、お家とね、大きい木でしたね。うん。今回使ったのは、これですね。アクリルガシです。ね。だからあまり手順なんか心配しないで、どんどん色を作って乗っけていけたんですね。結構たくさんの色を作ったでしょ？うん。楽しんでもらえたら、柴崎もとっても嬉しいです。さて、ここでちょっとお知らせですね。柴崎は、はい、おいで。ベリー君です。今来てくれたね。はい。ベリー、よろしく。はい、皆さんに。はい、お久しぶり。ベリー君です。ね。ちょっと静かにした。ね。じゃあ、ここで抱っこしてる。柴崎はですね、クレヨン教室。そしてですね、オンラインによるね、水彩画講座やってます。そうだよね、メリー君。そうでしょ？よろしくね。そうなんですよ。そうなんですよ。ダメ？調理して。ですね、まず、クレヨン教室から話そうかな。クレヨン教室は、アートクレヨンを使ってね、行う教室です。東京にあるね、ペンテルさんの立派なね、建物の中の教室なんですよね。その都度柴崎はですね、テーマを決めて柴崎と一緒にお絵かきします。そして出来上がった絵を持って帰るというわけですね。もう、とても楽しいですよ。一緒にいかがですか？あと、水彩のオンライン講座ですね。これはですね、これも月に1回なんですけどね。透明水彩の使い方と同時にですね、絵の基礎ですね。ありとあらゆる絵の大事な考え方。それを具体的にどう使って絵の中に活かして描くかという話ですね。だから、水彩のね、画材を使ってないあなたでも、きっと、ためになるかと思います。オンラインでね、やり取りしながら絵を描くんですけども、これはアーカイブでね、何回も見てね、お勉強することができるんですよ。さあ、ということで、今日は、柴崎は田園の菜の花と大きい樹木を描きました。次回も違うテーマ、違う作品であなたとお会いしたいと思ってます。どうぞお元気にね、お過ごしくださいね。はい、またすぐにお会いしましょう。はい、どうもありがとう。はい、柴崎でした。はい。